皆さんこんにちは。もう夏真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。早速ですが、今日の動画はですね、暑くなってきて薄着になるとシンプルな装いが増えるんですが、そんなねシンプルコーディネートの見方が小物やジュエリーだと思っています。今日はこの夏私のワードローブに追加したファッションアイテムを、ジュエリーや小物を中心に紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずは何名かの方からコメントと DM をいただいていたので、今日はねサンローランのこちらのサングラスからご紹介します。こちらのサングラスは M136 というモデルで、70年代にねインスパイアされた細めの楕円形フォルムが少しボリューミーになっていて、レトロでありつつもモードな装いを演出してくれます。以前ちょっとこの辺載せとくんですけど、セリーヌのトリオンフっていうサングラスを購入しましたが、デザインはねこのサンローランのサングラスとすごく似ているんですが、結構重たくてもうね今全然使わなくなりました。でもねこのサンローランのサングラスは長くつけていても疲れないので、すごく気に入っています。サングラスってね、もちろんファッションとしても楽しめるんですが、本当の目的はね紫外線から目を保護してくれることで、目の疲れを軽減し、白内障などのね目の病気になるリスクも軽減するそうなので、サングラスってね実は年中を通して必須アイテムだと思います。次は最近暑くなってね T シャツやタンクトップなどシンプルな装いが増える、そんな夏の強い味方ジュエリーのご紹介です。今日紹介するのは洗練されたタイムレスなデザインの中に遊び心のあるタッチを加えたデザインが特徴的なヒーファンというねジュエリーブランドのジュエリーです。一つ一つのジュエリーは日々のね美しい瞬間からインスピレーションを受けてデザインされているそうで、シルバーやパール、ジルコニア、ゴールド、ダイヤモンドなどのね素材を使用し、熟練の職人さんの手によって一つ一つ手作業で作られ、確かな品質のジュエリーを手に取りやすい価格で提供しています。まずはねもう今日オープニングからつけているこちらのお箸からインスパイアされてデザインされたチョップスティックネックレスです。アシンメトリーなゴールドのお箸の間に輝くシェルパールのネックレスはモダンとエレガンスが融合するデザインで、つけるたびに気分が上がる上質感、また長さの調節がね4段階変えられるので、その日のお洋服に合わせてね長さを変えられるっていうのも便利です。私は今回ねスターリングシルバーの素材で作られたものをオーダーしましたが、全く同じデザインでね14金ソリッドゴールドの素材のものもあるので、次はね14金ソリッドゴールドをオーダーしたいって思うぐらいどんなファッションにも合わせやすくてねすごく気に入っています。お次は耳たぶに沿うように流れる泡のフォルムが印象的なバブルスタッドです。さまざまなサイズのジルコニアが連なったバブルスタッドはあらゆる角度からまばゆい光を受けてキラキラと反射します。ジルコニアってそのダイヤモンドに近い屈折率があるって言われていますが、輝き方自体はね本当ダイヤモンドにそっくりだなって思います。私はピアスホールがね右に1つと左に2つってね少なくて、ピアスのね重ね付けができないので、この手の1つつけるとね重ね付けをしているような華やかさのあるピアスっていうのを探していました。それにねなんといっても軽い、もう重たいピアスは本当長くつけられないので、この軽さってすごくありがたいです。それにねつけているだけで顔周りを華やかに見せてくれるバブルスタッドはさまざまなシーンで活躍してくれそうです。お次はパールシリーズです。パールはね季節を問わず年中楽しめるジュエリーの一つで、パールイコール特別な日にといったイメージもありますが、今回はねデザインがユニークで特別な日から普段使いまで幅広く使えそうなアイテムをオーダーしました。今回オーダーしたのがこちら、スパゲッティネックレスです。繊細なゴールドのフォークがスパゲッティチェーンのパールを遊び心たっぷりに巻きつけ、
クリエイティブなスタイリングを演出します。遠目ではわからないんですが、近くで見たらね、あ、フォークがついてるみたいなね、この遊び心のあるデザインがたまらなく可愛いです。このシャツのね間からチラ見えするフォーク、そしてシェルパールがね4連になっているのもデザイン性があって素敵です。長さの調節もできるので、夏はね T シャツやシャツに合わせたり、冬はタートルネックと合わせてもね可愛いと思います。そしてネックレスがね可愛すぎたので、お揃いでスパゲッティブレスレットもオーダーしました。ブレスレットのみでつけても存在感がありますが、ネックレスに合わせるとねまたさらに華やかになります。この遊び心のあるデザインは360度可愛らしいです。お次は淡水パールが美しいボタンパールのスタッドピアスです。淡水パールにキラッと輝くジルコニアのボタンパールピアスはミニマルでありながらも洗練されたデザインで、この手のピアスはね一つあると重宝できるかなと思ってオーダーしました。存在感のあるボタンパールのピアスはつけるだけでね顔周りが華やかになりますし、上品に見せてくれます。ラストはカトラリーブレスレットのスプーンをオーダーしました。カトラリー本来の形からインスピレーションを得て作られた滑らかな厚みのあるブレスレットは、ジルコンチェーンの装飾が輝きを添えています。カトラリーブレスレットは先ほどのスパゲッティネックレスと同様、よく見たらねスプーンっていうギャップが可愛いですよね。このように簡単にね付け外しができるのも助かります。シンプルなデザインなので、他のジュエリーとの重ね付けの相性もいいと思います。ヒーファンってもちろんジュエリーはね素敵なんですが、ギフトバッグまでついてくるので、大切な方へのギフトとしてもおすすめです。以上6点がこの夏ヒーファンでオーダーしたジュエリーでした。タイムレスなデザインの中に遊び心があるタッチを加えたデザインがユニークで、ヒーファンのジュエリーをつけると毎日のコーディネートがより楽しくなる気がします。今日紹介したジュエリーの他にも素敵なデザインのジュエリーがたくさんあるので、ぜひウェブサイトも覗いてみてください。今日着用したアイテムはすべて概要欄に載せておきます。そしてお会計時にディスカウントコードを使用していただくとお得にお買い物ができるので、購入を検討されている方はね、ぜひこちらのディスカウントコードをお使いください。ちなみにウェブサイトは英語ですが、言語設定から日本語を選ぶと日本語でお買い物をすることができます。お次はサンダルです。今年はですね、トーリングといって親指だけリングがついたデザインのサンダルが気になっていて、しばらく探していました。そしてようやくねお気に入りの一足を見つけました。こちらトーリングブロックヒールミュールです。ヒールが細すぎず高すぎない絶妙なミュールはパンツスタイル、スカートスタイルどちらも相性が良くてね、様々なコーディネートに合わせやすいので気に入っています。私はエルメスのバッグをねいくつか持っているんですが、ツイリーをねハンドルの部分に巻いて使うっていうことがないので、これ以上ねツイリーは買わないようにしようと思って、ここ2年弱ぐらいかなツイリーを買っていませんでした。しかし久々にねすごく好きなツイリーを見つけてしまったので買ってしまいました。こちらのツイリーは裏と表がね違う色のバンダナで作られていて、首に巻くとねすごく可愛くて気に入っています。お次は夏になるとね持ちたくなるラフィアバッグです。ここ数年ラフィアバッグを買っていなかったんですが、今年は買ってしまいました。
こちらコスのウーブントートバッグです。色の展開がね2色あるんですが、迷わずね汚れが気にならないブラウンにしました。ハンドルの長さがね絶妙でショルダー持ちもしやすいっていうのが購入の決め手です。エルメスのスカーフって、デザインが素敵なものが多くて、私の場合本当首に巻くっていうよりかはその壁に飾りたくなるものが多いんですが、この一枚一枚の切手にエルメスに関するアイテムやね歴史が書かれていますって SA さんに言われて、もうデザインを見た時にもう絶対欲しいって思いました。こちらのスカーフはですね色の展開が7色ぐらいあるんですが、ちょうどねこの色がなくて取り寄せてもらって購入しました。と今ね鏡も見ずにこのスカーフを巻いているんですが、このようにしてこのまま首に巻いても可愛いですが、ウエストに巻いてもねポイントになってコーディネート全体をおしゃれに見せてくれます。ここからはこの夏購入した一部のお洋服を紹介します。まずはこちらのトップですね。こちらのトップは、パリで色違いの白を着ていて、何名かの方にコメントや DM をいただいておりましたアリッツィアというブランドのねアドバイスタートルニットです。真夏は暑くてねちょっと着れないかもしれないんですけど、気温が上がり出す春の後半とかね秋口まで活躍してくれそうだなと思って今回ですねダークベージュの色も購入しました。こちらのパンツはネットで見て一目惚れをして即決でした。正直ねここのラップの部分があるんで若干トイレがめんどくさいっていうのはあるんですけど、デザインがストライクすぎてね全く後悔がないです。このパンツね1着でデザイン性があるので、トップはねシンプルなタンクトップや T シャツを着るだけでおしゃれ見えするのでかなり気に入っています。以前日本でねタックワイドパンツを爆買いしましたとこちらの動画でお話ししていましたが、あの時3着、そしてついに今回ね4着目のブラックを購入しました。このパンツに関してはねもう何も言うことはない。もう着やすくて洗っても生地が変わらない、履き心地もよし、以上です。ラストはカルティエです。こちらのカルティエなんですが、こちらのカルティエはねデビットからの贈り物で、今日はねこちらも開封します。私たちはねあまりお誕生日とか結婚記念日に特別何かをねギフトし合うっていうことをしないんですが、その代わりにね何か欲しいものがあるときは、今欲しいっていうタイミングで購入することが多いです。いつでも何でも購入しているっていうわけではないんですが、やはりねブランドによっては値上げが毎年あるものもありますし、基本的に欲しいっていう時が買い時だって思っているので、そのタイミングでねいい出会いがあれば買うようにしています。カルティエの名品の一つと言われるトリニティリングです。去年だったかな、確かトリニティリングってね100周年でしたよね。100年続くデザインって本当にすごいことですよ。こちらのリングはイエローゴールドとホワイトゴールド、それからピンクゴールドのね3色が入っているので、他にねどのジュエリーをつけても相性が良くて、トリニティをつけるだけで華やかになります。定番でねトレンドがないので、私がねおばあちゃんになっても使えるのかなって確信しております。
ね、名品って言われるものは、本当長い間ね皆さんに愛されてきたっていうお墨付きがあって、作り続けられているわけですが、今回ねまだもらってからそんなに日にちが経っていないにもかかわらずかなり気に入っています。これから大切に使います。デビッドありがとう。ということで以上がねこの夏私のワードローブに追加したファッションアイテムでした。たまにね断捨離もするんですが、それよりは買っている方が多いかなっていう状況で、でもねやはり大好きなアイテムに囲まれて暮らすっていうのは幸せなので、これからもね本当に好きなものを見つけては購入して、いいと思ったものはねこうして動画で紹介していこうと思います。この動画がいいと思っていただけたらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。インスタグラムもやっているのでよろしければフォローもお願いします。それでは皆さん最後までこの動画をご視聴いただきありがとうございます。良い一日をお過ごしください。バイバーイ。